はいどうも、車買うチューバーはハンサムチューブです。今回はレクサスの新型 LM500H バージョン L3 列シートの LM ですね。こちらに試乗させていただきます。ありがとうございます。すでにね、内外装詳細編はお届けして、好評でね、回ってるんですけれども、結構ね、売れてるみたいです。やっぱ LM3 列回ってた人多かったんですね。で、今回はですね、気になる試乗ドライブフィール編、行ってみたいと思います。それではシステム入れてみましょう。ポチッ。おお。立ち上がりましたね。で、こちらは 2.4 リッターのデュアルブーストハイブリッド。まあ、RX500H とかね、クラウンクロスオーバー、RS、あのあたりと同じパワートレーンと言えると思います。それではシフトを D レンジに入れて、走り始めます。行ってきます。で、今、エンジンかかってますが、今1100回転ぐらい回ってるんですけど、遠くの方でエンジンが回ってるっていうのはわかるぐらいの音はありますが、振動はないですね。あ、でもこう、走り始めると、ギョロギョロギョロという直4サウンドは聞こえてきますね。ただ、絶対的な静粛性としてはですね、RX とか、クラウンクロスオーバー RS とかよりも、まあ、より静か。だけども、回ってるのがわかんないかって言われるとそこまでではない感じですね。はい。そして走り始めましたが、やっぱ着座位置が高いから、視界は高いですね。見晴らしは良いですね。まあ、アルファード、ベルファイアとか乗ってる方が、いいなと思ってるポイントとしては、こういう見晴らしの良さ、あると思います。あ、でも、パワトレの音は、そこそこ聞こえるな。でも、力強いですね。こちらは、デュアルブーストハイブリッド、2.4 リッターターボエンジンに、ハイブリッド、E アクスルを搭載するハイブリッドシステムが、組み合わされているということで、今までの THS2 とはまたちょっと違ってですね、よりコンパクトなハイブリッドユニットになっていると。そして、E アクスルというモーターで後輪を動かすんですが、この E アクスル自体がですね、確か BZ4X とかのリアモーターと同じものだったと思うんですが、結構力強く後輪を動かしてくれていると。で、開発者の方にお伺いしたんですけども、アルベルと、じゃあどういうところが違うのと言うと、まずはやっぱ乗ってくださいっていう風に言ってたんですが、アルベルとはやっぱ走りの質が違うよっていうところを押してましたね。で、構造用接着剤追加したり、ブレースを追加したりっていうボディ剛性を上げたりとかですね。あと静粛性の、静粛感みたいなものを音の調整をして、より静かに、車内が保たれるようなチューニングがされているということでした。とはいえね、こちらの LM500H バージョン L はですね、1500万円の車両本体価格ということで、ベルファイアアルファードの、2倍ぐらいの価格になってるわけですよね。それを考えると、良くて当たり前、逆に2倍分の何か説得力っていうのがないといけないとは思うんですが、確かにアルベルには用意されてないこの 2.4 リッターターボハイブリッド。これは力強いですね。とはいえ、アルベルの 2.5 リッターハイブリッドが不足かと言われるとそうでもないので、よりモアパワーを求めるのであれば、やっぱ LM の方がいいと思いますし、そこまで速くなくてもいいよという方は、アルベルでもいいのかもなとは思います。でも当然静かですし、あと、乗員のですね、頭の動き、揺れを、より抑えるような、セッティングがされているというふうに、LM の開発者の方はおっしゃってました。確かに、運転席に乗っていても、揺れとかピッチングとかそういうのは、全然感じないですね。この辺はやっぱり、リアに力強いモーターを搭載している LM ならではなんだと思いますが、バネ上、ね、制御とかって言われるような、加速するときにノズが上がったりするのを抑えるような、制御が入っています。要はね、加速をするときってどうしてもノーズが上がっちゃうんですけど、その時には後輪から押し出して、水平に保つような制御がされているんで、確かに視線はこういう頭の揺れは少なく加速してってる感じはありますね。これ後で2列目3列目の試乗もさせていただきますので、そのね、2列目3列目ではどう感じるのかっていうのもね、今回
LM の、3列シートのレポート、楽しみにしていただければと思います。動画の後半で2列目、3列目お届けしますが、まずは運転席ですね。で、こういう街中の加速においても、この2トンを超える巨体ながらですね、結構やっぱ、このターボハイブリッドは力強く加速させてくれますね。まあ、この辺のゆとりがね、やっぱり、アルベルとは違うのだよ、アルベルとは、というような部分になってくるかと思います。こちらの LM500H のエグゼクティブっていうね、先行して発売されていた、2列シートの4座仕様、あれはもう完全に法人用途だと思います。でも、ドライバーズカーとして、うちは1台しか持てないんだ。でもやっぱ、ミニバンじゃないとピープルムーバー、人を乗せる車としてミニバンが必要なんだという方にとっては、この LM の6人乗りっていうのは結構待ち望まれていたんじゃないかなと思います。アルベルもいいんだけど、アルベル走りすぎてるから、やっぱちょっとそこは違いを出したいっていうのもニーズとしてあると思いますし、やっぱアルベルではちょっと走りの質感とか動的性能とかですね、あとはランバーサポートがないとか、まあ、そこまで運転手に優しい作りにはなってないので、そういうのを求めるんであれば、もう1台持ちで人も乗せなきゃいけないという用途としては、この LM500H は確かに唯一無二と言っていい選択肢になるかもしれないですね。はい、今走ってますが、まあ、中間加速でも力強いですね。で、結構今路面の起伏があるようなところを走ってましたが、まあ、こういうふんわりといなすような感じはあります。ギッタンバッコンするような、ギコギコはしませんみたいな動きはないですね。この水平を保ったまま動く。だからなんでしょうね。エアサスみたいな動きなんですが、エアサスではないんですけど、ギコギコするような、ギッタンバッコン。頭が上がって、お尻が上がってっていうピッチングをするような挙動ではなく、この水平を保ったまま上下動するような印象を受けました。まあ、ふんわりしてるとも言えますね。ドライブモードセレクトも用意されてるんですね。ノーマル、スポーツ、エコ、リアコンフォート。で、カスタムとかもあるんだ。リアコンフォートモードっていうのもあるんですね。これは面白いですね。ちょっとじゃあスポーツモードで走ってみましょうかね。せっかくなんで。そうするとですね、今エンジンがかかりました。だからスポーツモードにすると、まあ、積極的にエンジンも回して、加速にすぐに入れるように。していくんだと思います。これサスペンションのところにも色がついてるんで、これ乗り心地も変わってるんでしょうね。だからリアコンフォートとかだとリアのパッセンジャーが快適に過ごせるような足回りにもなるという感じだと思います。だからこの辺はやっぱさすが電静サスが入ってるだけのことはありますね。で、今走ってますが、こっちの乗り味の方が個人的には好みですね。こっちのがいい。全然。個人的にはこっちのがいい。カスタムモードで、パワートレーンを、じゃあ例えばスポーツにして、パワートレーンもリアコンフォートとかあるんだ。で、サスペンションもスポーツにしてとか、そういう設定もできるわけですね。なるほど。じゃあそこは自分好みにカスタムして走ることもできると。まあ、パワートレまでスポーツにしなくてもいいかもしれないな。ちょっとエンジンが回り気味になるんで、で、エンジン音自体も、これ直音なので、回した時にすごく官能的な音がするかっていうとそうでもないので、できるだけ聞こえない方がいい音だと思うんで、やっぱちょっとね、音は入ってくる。完全に、遮音されているって感じではなく、エンジンの回ってる感じっていうのは、音で伝わってきますね。振動はそれほどないんですが、ブレーキも、ノーマルとリアコンフォートとかあるんだ。へー。じゃあ、パワートレノーマルで、サスペンションスポーツで、ステアリングもスポーツっていうような感じに、ドライブモードしたいと思います。じゃあ、カスタムモードで走っていきましょう。そうするとエンジンは止まりましたね。やはり、スポーツモードにしていると、エンジンとかが積極的に回って、走りをより力強くする動きになるっぽいですね。まあ、でもモーターだけでも十分力強いんで、この設定いいな。パワートレノーマルステアリングと足回りがスポーツっていう。この足回りスポーツにすると結構シャッキリする。
これちょっと後ろ乗ってないからわかんないけど、ドライバーズカーとして乗るんであれば、このぐらいシャッキリしてて、ステアも重い方が好みですね。あー、なるほどね。だからアルベルでも全然いいんだけど、やっぱモアパワー、そしてドライバーズカーとして乗った時の楽しさ、みたいなものを、こう1台で両立させるとなると、この LM500H っていうのは、唯一無二の価値になるかなと思います。走りはね、面白いかも。結構いいかも。確かにボディが大きくて重いけど、このターボハイブリッドであれば、そんなにもたもたしない感じもある。結構グイッと前に出ますね。で、こんな巨体の割には、ピッチングしたりとか、ロールしたりとかっていうこともない足回りになってるんで、走りが楽しいミニバンになってるかも、これは。なるほどね。早い、十分早い。で、パドルもついてると。そういった部分でも、走りも楽しめると。で、昨今、求められるような運転支援、安全装備も当然、最新のものがついています。アドバンストドライブできます。高速道路で40キロ未満でハンズオフ。足もオフもできます。だから要は、半自動運転ですね。ここにドライバーモニタリングセンサーがついてるんで、ドライバーは前を向いてないとキャンセルされてしまいますが、ちゃんとハンズオフが40キロ未満でできると。で、メーターも 12.3 インチワイドのフル液晶も採用されているということで、ある意味だから LM はですね、RX とか NX とか LX とか、あのあたりと比較しても、インフォテイメントとか運転支援とかはもう最新のものになっていると。RX とかもね、まだメーターは 12.3 採用されてませんし、NX もそうだし、ES もそうだし、そういうのを考えると、でも価格がな、1500万だからな、それらどれよりも高いし、なんなら LX よりも高いっていうのを考えると、良くて当たり前っていう部分も見えてきてしまいますが、でも高くてもいいから、いい車が欲しい。走りも楽しくて多人数乗車できる車が欲しいと思ってる人にとっては、本当に唯一無二の車ですね。エンジン音はね、そこそこ入ってくるな。完全に消し切れてはやっぱいないですね。ターボだからしょうがないのかもしれないですけど、もうちょい静かだと嬉しいな。他の音がもしかしたら、確かにロードノイズとか、外音とか、外の音とかはもうほぼシャットアウトされているので、余計にエンジン音が目立ってるっていう部分はあるかもしれないけど、じゃあそのエンジン音ですが、これスポーツモード。これドライブモード切り替えがね、画面からになっちゃうのはちょっと残念ですよね。タッチトレーサーに割り当てることはできるにしてもですよ。じゃあちょっと加速できる場所なので、ちょっと床まで踏んでみましょうかね。LM 床までドン。十分速いじゃん。キックダウンスイッチありましたね。で、床から生えてるオルガンタイプの、アクセルペダルになっています。やっぱこのスポーツモードの足回りがいいな。ちょっと後席のパッセンジャーがもしかしたらこれだと硬いとか跳ねるとかあるのかもしれないけど、リアコンフォートがね、わざわざあるってことはね。ドライバーズカーとして乗るならこのスポーツのサスペンションはいいですね。はい。じゃあカスタムに戻してエンジンも止まったという感じですね。いや、いい車だわ。さすがに。良くて当たり前っていう部分もありますが、そりゃ当然いいです。もうミニバンのもう決定版というか、お金さえ払える人は、LM 買っとけば、不満はないんじゃないかなと思います。ただ、アルベルに劣る点としてはですね、でかいっつうことですね。全長も10センチ以上でかくなってます。で、全幅も、アルベルではですね、1.85 にギリ収まってたのに対して、こちらは余裕で超えてしまっているというところで、駐車場でどうのっていう車じゃないと思いますけど、駐車場のパレットに入んないからとかっていうので、選ばない車じゃないと思いますけど、取り回しも含めてですね、アルベルよりさらにでかくなっているというところは注意は必要ですね。ただ唯一無二の価値、そしてアルベルはもう街に溢れ返りすぎてるんで、そうじゃないぜどやーっていうのを見せたい人にとっては LM、お金払う価値はあるんじゃないかなと思います。本当に2列シートのね、エグゼクティブに比べてやっぱ3列のこちらのバージョン L は買いやすい、シートの構成になってると思うんで、気になってる方はお近くのレクサスのお店足を運んで商談見積もりされてみてはいかがかと思うんですが、ちょっとやっぱ枠が少ないということで、これはね、もしかしたらこれプレネになる可能性はあるな。
エグゼクティブは若干余り気味だったっていう噂も聞きますが、こっちの3列シートの LM はもうみんなが待ち望んでいた可能性があって結構殺到してるみたいなんで、気になっている方はお近くのレクサスのお店足を運んでみてください。はい、それではですね、せっかくなんで2列目3列目もちょっと乗り心地チェックをさせていただきます。いやー、しかし快適だわ。いや、こういうのに乗って2列目を移動する人生いいですね。ちょっと私は運転手なんでできないですけど、ちょっとね、セールさんにお手伝いいただいて2列目試乗させていただきます。じゃあお願いします。おー、すっげー振動ね。振動が全然ないですね。で、静か、さすが。まあもともと私ベルファイアも乗ってますけど、ベルファイアでももう相当静かですよ。でもやっぱりベルファイアの価格2倍という、まあこちらの LM ですので、まあその2倍なりの良さっていうのはなければならないと思ってます。で、開発者の方に伺ったところ、頭の揺れが起きないように LM では専用のチューニング、構造用接着剤であったりとか、ブレース追加したりとか、いろいろやってるってことでしたけど、まず走り始めの印象としては、本当に揺れが少ないですね。あと静か。で、今、こちらエアコンがかかっているので、エンジンが今回ってますけども、エンジンが回っている音は、こう、止まっている時であれば2列目でも1を聞こえてくる。直4のターボエンジンですね。2.4 リッターターボエンジン。で、これが、アルファードベルファイアではない、2.4 リッターのデュアルブーストハイブリッドがこちらの LM では採用されていて、ダイレクト4という4駆 E アクセルでね、後輪を駆動させている力強い4駆となっています。まあ、いわば RX500H とかクラウンクロスオーバー RS と同じですが、全くエンジン音が2列目で聞こえないほどではないんだなっていうぐらいの音は今感じています。でも、モーターのトルク感とか、あとやっぱこう加速をした時、減速をした時の、この、なんでしょう、ピッチングとかが全くないので、なんか不思議な感覚ですね。ほんとこのまま走っていくような感じ。で、今コーナー差し掛かりますけども、なるほど、なるほど。確かに頭の揺れは少ない感じがします。まあ、ちょっとベルファイアと比較したわけではないんですけど、この今 LM500H バージョン L だけ乗ってる感じでも頭の揺れは少ないんで、ボディ剛性の高さはすごく感じますね。で、加減速のトルクの立ち上がりとかも、こちらは E アクセルで、後輪とかを駆動させている、よりね、トルクの強いモーターが採用されているんで、まあ、ベルファイアとかアルファードの 2.5 リッターハイブリッドでも十分力強いですけども、加速の余裕っていうのが、やっぱりこちらの 500H だと感じられますね。トルクの豊かさっていうのを2列目で乗ってても感じることができるという乗り心地ですね。で、路面の起伏とかもあるけど、それは伝わってこない。まあ、多少ね、コツコツとは感じますけど、前の方のアルファードベルファイアの2列目って、結構共振が起きて、シートバックがブル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 って震えるようなことがあったんですけど、そういうことも今回の新型のアルファードベルファイア以降ではなくなってるんで、当然こちらの LM ではさらに、そういった不快な振動とかは抑えられるような感じになっています。はい、ありがとうございました。じゃあ次ちょっと3列目も座らせていただきましょう。続いて3列目ですね。まあ、3列目でもめちゃくちゃ十分すぎるほど広いですね。ヘッドレストも出して、はい、かなり足も組めるぐらい広いですね。さすが LM ですね。まあ、これベルファイア、アルファードでも3列目の広さは変わらないです。で、こちらちょっと今前は出してますけど、まあ、こちらのね、今後端にしてる方でも十分広いですね。さあ、2列目と乗り心地の違いっていうのがあるかっていうところですが、LM ではですね、3列目シートは2人乗りとなっています。なので7人乗りの仕様はないというところですね。真ん中にこうちょっとトレイがあるので、3列目は3人掛けはできないようになっています。そしてディーラーの前の今段差を越えてますが、でも乗り心地はいいな。3列目も結構ね、バスの一番
後部座席とか座ってると、こう、相当振られるような感じがあると思うんですが、LM は意外とそんなに振られる感は今のところないですね。で、やっぱりエンジンから遠ざかるので、エンジンの音はやっぱ3列目の方が全然聞こえなくなりました。うん。まあでも足組めるぐらい広いですね。で、アームレストがあるので、真ん中のアームレストも立派なものがついてます。ただ左右のアームレストの高さが違うのが若干気になるかなっていうところですね。でも3列目に座ってても、エンジンが、停止中にかかっている場合はですね、遠くの方からゴロゴロゴロっていうエンジンが回ってるんだなっていう音は聞こえてくる感じですね。で、こちらは電動で四輪を駆動させているので、バネ上制振制御っていうのが入ってると思うので、ボディのね、床がね、水平に常になるような制御が入っていると思われます。なので、確かに、視線のこう揺れっていうのは感じないですね。左右の結構振られ感っていうのもなんか抑えられてる感じ。でも2列目に比べると3列目の方が段差をいなした時のこうふんわりとするこう上下動っていうのは感じる。でもこう頭が振られるようなピッチングとは違って、このまま揺れているような感じはありますね。ふんわりいなしてる感じがある。確かにバスの一番後ろの席のお尻が浮く感じっていうんですかね。ふんわりとこういう感じっていうのは、確かに3列目の方が2列目より感じている、部分ですね。でも全体的にコンフォート。で、広いと。これだったら3列目に乗って不満っていうこともないでしょうね。さあ、ディーラーに戻ってきますが、ディーラーの前の段差を越えたとき、ここは結構激しく揺れますが、でも揺れの収束の収まりも早いし、3列目に乗ってる割にはやっぱ振動とか振られ感っていうのは思ってるほど振られないなという印象ですね。さすが1500万円の車。ありがとうございます。3列シートの LM はもうみんなが待ち望んでいた可能性があって結構殺到してるみたいなんで、場合によっちゃ結構ね、プレミアがつくんじゃないかなと思います。気になっている方はお近くのレクサスのお店足を運んでみてください。埼玉エリアでねディーラー紹介してくれっていう方はね、ぜひコメントないしは PC 版のワンソクチューブ概要欄からビジネスのお問い合わせでメールいただければと思います。車でも何でもね、欲しいと思った時は買い時ですからね、好きなもの買って経済回していきましょう。それではあなたの物欲を刺激する車買うチューバーワンソクチューブ、次回もお楽しみに。